今日は V5.5 のギター系楽器の音色をいろいろと聞いてみることにするよ。今までいろいろな楽器を紹介してきたけど、ギター系はあまり紹介してこなかった。だから今回は動画の時間を長くとって有名な12種類のギター系楽器を紹介するよ。今回のテーマであるギター系楽器の定義について最初に説明しておくね。まず形がギター風である楽器に限る。要するに琴やハープは対象外。それとエレキギターの音も対象外。一般的なギターの音色と全然違うからね。それ以外のギター系楽器は全部やるよ。素ので強い効果を出せる楽器に限るけどね。まずはこのグループの代表楽器であるギターのスタイルから紹介していこうか。素のでギターとだけ入れると当然だけどエレキギターも混じるから、加工されていない音を出したいときはアコースティックギターを使うのが基本かな。ただ今回改めていろいろと調べてみたら、もう少し音色を細かく指定できたよ。クラシカルギターは古い時代のギター。音は弱く古い感じのメロディーを奏でる。ナイロンギターは弦がナイロンのギター。これも弱い音を出すスタイルだけど、これは現代の楽器なので現代的でポップなメロディーになるね。アンプラグドギターは音色を加工しないエレキギターの音。これはエレキギターの音なんだけど、電気的な装置を使わずに音を鳴らすから、音としてはアコースティックに分類される。ちょっとややこしい話になるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音色になるのか聞いてみよう。アコースティックギター3種類のスタイルの音色を聞いてみたよ。
ちなみにアコースティックギタースタイルは今聴いてもらった3種類のスタイルを全部混ぜたような音色になるよ。特徴の弱い無難な音だと言えるかな。だから細かい音色指定をしたい場合は先ほどの3種類のスタイルを使うといいし、あまりこだわりがないなら無難にアコースティックギターを使うと良さそう。アコースティックギターの名称は今回紹介した他にもいろいろとある。ただ先ほどのハードロックテストを突破できたのは今回の4種類だけだった。エレキギター要素に負けないくらい強い効果のスタイルは他にはなかったね。ギターの話はここまでで終わり。次はギター系楽器をいろいろと紹介するよ。地域別にヨーロッパから行こうか。リュートはギターのご先祖様だよ。今回のテーマは本当はギター系ではなくリュート属楽器と呼ぶのが正しいね。クラシカルギターと似た楽器でスノでの効果もかなり似ているよ。弱く温かみのある音色が特徴で民族音楽に近いくらい古い曲調になる。フラメンコギターは名前の通りフラメンコで使われるギターだね。楽器としてはナイロンギターの仲間で音色はあまり激しくはないんだけどフラメンコの情熱的な高速メロディーを連想するから曲調は激しくなるよ。バラライカはロシアの楽器。金属弦だけど弱い音という特性がある。ギターの例で聞いてもらった通り金属弦の方が強い音になるんだけどバラライカは楽器の構造的にあまり強い音が出ない特性があるよ。高音なのに派手な音にならない少し不思議な音色が特徴の楽器だね。強い音が出ないから同じ音を連打するトレモロ奏法がよく使われる楽器でもある。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音色になるのか聞いてみよう。この弦をかき鳴らして胸のざわめき追い越
ギター系楽器のスタイルの音色を聞いてみたよ。多くの楽器スタイルは音色だけではなく曲調も変化させてしまう特性がある。ハードロックプラス楽器スタイルの例でも音色だけではなく曲調も変化したね。音色だけを変化させることはできない。これは V5.5 でも変わらないルールと言える。次はアメリカのギター系楽器だよ。マンドリンは復弦ギターの代表例。復弦ギターは2本の弦を同時に弾く。響きが複雑になって単純に音量も上がるよ。そして金属弦だから高音になる。派手な音になる要素は多いけど楽器の構造上音が響きにくいので派手さはない軽い音になりやすいよ。マンドリンはイタリア由来の楽器でヨーロッパの音楽でも使われるけど特にアメリカのカントリー音楽で有名。アメリカの楽器と言ってもいいと思う。バンジョーはギターの胴体部分が太鼓になっている面白い構造の楽器。ギターと太鼓の音が混じったような独特の音色が特徴の楽器だね。バンジョーはアフリカ由来の楽器だけどこれもアメリカのカントリーで有名だね。ウクレレはハワイの楽器で日本においても馴染み深い楽器だね。ハワイは日系人の多い地域だから日系人経由で日本もウクレレが有名になった。ウクレレはナイロン弦の温かい音色と小型なので高音になるのが特徴かな。小型で弦の数も少ないので和音が演奏しやすい特徴もあるね。和音が演奏しやすい楽器は伴奏が得意。スノでも伴奏になりやすい特徴があるよ。一応説明しておくと復弦ギターは同じ音程の2本の弦を同時に鳴らす。和音は違う音程の複数の弦を鳴らす。音楽的には全然違うから気をつけてね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音色になるのか聞いてみよう。この弦をかき鳴らして胸のざわめき
アメリカのギター系楽器のスタイルの音色を聞いてみたよ。楽器は音色だけではなく、どう演奏されるかも重要になる。スノでは別のジャンルと混ぜれば楽器の演奏方法を変えられるけど、連想を変えるとその楽器らしさが弱くなってしまう問題があるよ。ウクレレがギターになってしまうみたいな問題はよく起きてしまうね。逆にバンジョーを三味線に変えるような意図的に楽器らしさを弱める方法もある。最後にアジアのギター系楽器を紹介して今日の動画は終わりだけど、アジアの3種類のスタイルは全て過去にこのチャンネルで紹介済みだよ。とはいえかなり昔の話だから改めて効果を解説させてもらうね。ウードは中近東のギター系楽器。フレットレスな構造が特徴だよ。フレットは弦を押さえる位置のことで、これがあると正確な音程の音が出せる。フレットレスはそれがないから正確な音を出しにくいんだけど、逆に音程を自由に変えられる利点がある。人の歌声のような表現が可能になるよ。この性質上フレットレス楽器はメロディーが得意で伴奏が苦手になりやすい。人の歌声と似た性質だと思えば伴奏よりメロディー向きだと分かりやすいね。ウードは昔の動画で紹介した時はかなり民族音楽要素が強かったけど、 V5.5 現在は昔より民族音楽的な要素は多少弱くなったんじゃないかな。シタールはインドの楽器。個性的な音色で有名な楽器だね。一本の弦を弾くとその弦に関連する共鳴弦の音も鳴るという特殊な楽器。シタールは現代でも有名な楽器だから、昔のスノでは民族音楽要素は弱かった。でも V5.5 現在ではそれなりにインド民族音楽要素も出るようになった。サイケデリック音楽で有名な楽器だからサイケデリック風の曲にもなりやすいね。三味線はおなじみ日本の楽器だね。胴体が太鼓で打楽器風の音が出るよ。胴体が太鼓なのはバンジョーと同じだね。だからこの2種類の楽器は似た音が出るよ。バンジョーと違う点はフレットレスでメロディーの演奏に向いていること、それと日本要素が強いのも特徴だね。曲調が日本風に変化する効果もある。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音色になるのか聞いてみよう。この弦をかき鳴らして胸のざわめき追い越してく
のギター系楽器のスタイルの音色を聞いてみたよ。12スタイル48曲はさすがに長かったね。動画の長さが20分を超えてしまった。今回のハードロックテストに勝てた。スタイルは14個だけだったので、半端に仲間外れにするよりは全部やってしまいたかったんだ。ちなみに紹介しなかった2スタイルは、一つは動画内で触れたアコースティックギター、もう一つはブズーキだよ。これは最近動画で紹介したばかりだね。その時から効果も変わってないから、今回は紹介しないことにしたよ。今回の動画は結果的に前回の動画と構成や曲調がかなり被ってしまったね。似たようなテーマが連続しないように普段から気をつけてはいるんだけど、今回はギターを深く調べていったら結果的に民族音楽になってしまった。偶然そうなってしまったので、似たテーマ連続だったけど許してね。まあそれだけギター系のサウンドは世界中に存在するってことだよ。弦の響きは世界の誰もが楽しめる根源的な美しい音色なのかもしれないね。とまあ無理やり綺麗にまとめて今日の動画は終わりにするよ。それじゃまたね。